問題 A。整数 A、B、D が入力される。A、A たす D、A たす 2D、集約、B をこの順に出力しろ。Python には元からそういうのがあるよ。C++ のコードも置いておくぜ。最後に改良していないから見劣りするが、仕方ないだろう。この問題のレベルだと、改良を入れる手間は無視できないね。コードは説明欄にあるからよかったらどうぞ。問題 B。2種類の操作を指示通りに行え。操作では数列を使い、これは最初はから、操作1、数列の末尾に指定された数を追加しろ。操作2、現時点の数列の後ろから丸番目の数を報告しろ。言われた通りやるしかないかな。Python のリストには問題なく要素を追加できるが、すべての言語のすべてのデータ構造でそうというわけではない。C++ で同じことをするなら、ベクターが Python のリストに近いな。問題 C。整数が浮かんでいる。この値と同じ金額を払うと、半分に分裂する。奇数だったら片方が1大きくなる。分裂後の数についても同じことをする。これを全部1になるまで続ける。合計でいくら払うか？ここからは言われた通りにやると時間切れになるぜ。間に合わないのは承知で、言われた通りにやりながら途中経過を出してみるよ。試しに99でやってみたら、どうも同じのばっかり出てる気がする。2や3や6は何度も出てるのに、5は全く出てなくて、8から11までは完全に飛ばされてそう。14から23までも、この様子だと、理屈はともかく、再帰関数の返り値をキャッシュしとけば間に合いそう。まあ、コンテストに参加する側はそれでいいだろう。他の言語でも、連想配列を使えばメモか再起ができるぜ。あと、これは実質的に動的計画法を実装している。詳しく話すと長くなるから、触れるだけにするぜ。問題 D。N 個のステージからなるゲームをプレイする。はじめはステージ1しか遊べない。ステージ I を通常クリアすると、ステージ I たす1が解放される。これにはステージごとに決まった時間がかかる。同じように、ステージを特殊クリアすることもできて、ステージごとに決まった1ステージが解放される。戻るかもしれないんだね。ステージ N を解放するには最短で何秒かかるか？ステージは最大20万個あるぜ。これってさ、最短経路問題だよね。図を書くと、そうとしか言いようがないな。で、グラフが大きい時の最短路ってほぼ一択だよね。経路がなかったら動的計画法でいいんだが、今回はあるので、まあダイクストラ法しかないだろう。ダイクストラ法は、まあ幅優先探索を一般化したものってとこ。コストが全部1だったら幅優先探索だよね。実際コードも相当似ている。いずれは最短路について網羅的に扱った動画を作りたいが、今のところは、初学者はまず幅優先探索をやってから、この問題の正解コードを移せばいいと思うぜ。問題 E。N 個の箱が円周上に並んでいる。それぞれにボールが何個か入っている。これから M 回の操作を行う。各回の操作では、指定された箱からボールをすべて取り出し、番号順で次の箱に1つ入れ、その次の箱に1つ入れ、というのをボールがなくなるまで続ける。すべての操作が終わった後の各箱の中のボールの数を求めろ。箱と操作の数は最大20万、ボールは大量にあるぜ。もうちょっと箱やボールが多い方がわかりやすいかも。10箱あって、6番の箱からボールを26個取り出したら、7番、8番、9番、0番、1番、2番が3個増えて、他は2個増えるね。それで、これが一番複雑な場合だと思うよ。つまり、ボール配りは区間への足し算3回までで済むから、セグメントツリー。そのままやるならチェーンセグメントツリーが必要だが、今回は複数の箱の合計は見ないから、多少サボれるな。隣り合う箱の差分を見ると普通のセグメントツリー、あるいはバイナリーインデックスとツリーでもできるが、チェーンセグメントツリーを使う方が全体的にはやや楽だと思うぜ。この辺もいずれ動画で網羅的に扱いたいが、今のところは、初学者にはとりあえず、コーダーライブラリーを使えるようになっておくことを勧める。動作を理解しなくてもいいってこと？まあ、この絵が頭にあればいいと思うぜ。問題 F。XY 平面上に交支点がある。もう一つ交支点を指定して、それと入力点と原点を頂点とする三角形の面積を1にしろ。何個もあったらどれでもいいってこと？ああ、入力される座標は大きいが、出力する座標も大きくていい。不可能ならそう言え。この三角形の面積は、チャット GPT にでも聞け。一発で教えてくれた。ってことは、AY-BX を2にすればいいかな。まあそうだな。でさ、これ見覚えがあるんだよね。AX 足す BY が1になるような X と Y を見つける方法ってあるよね？やや気が引けるが、チャット GPT に聞いてもいいかもな。コード書いてくれた。これは拡張ユークリッドの誤助法そのもので、こういう場合には奴の発言は結構信頼できるな。今回は AX 足す BY イコール1じゃなくて AY-BX イコール2だから、ちょっと調整がいるけど、だいたいそのまま使えるね。
よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。